こんにちは、メリーチャンネルです。9月に上海ディズニーランドへ行ってきました。旅行の日程は3泊4日、全体のスケジュールを紹介します。この動画では、1日目の様子をお届けします。今回、ANA を利用しました。国際線航空券のセールを活用して、お得に購入できました。2人で往復7万8000円。1人当たり片道1万9500円。出国審査を終えた後はラウンジに行きました。フライトまでの時間をゆったりと過ごします。今回の旅では eSIM をクルックで購入。3日間無制限で918円でした。上海滞在中は特に問題なく快適に使用できました。帰国日ラウンジで休んでいるタイミングでちょうど利用期限が終了。私は楽天モバイルを使っているので、ローミングをオンにしてそのまま使えました。アプリはこの4つを事前にダウンロードしました。上海ではキャッシュレス決済が主流。アリペイが使えなかったというトラブルも聞いていたので、念のため WeChat もダウンロードして準備しました。ですが、実際の滞在中はアリペイだけで大丈夫だったので、WeChat は使うことはありませんでした。成田から上海まではおよそ3時間半のフライト。時差は日本より上海の方が1時間遅くなります。フライトは順調で、定刻よりも30分早く空港に到着しました。アライバルカードは機内で配られるので、到着前に記入しておきました。記入方法やホテル名、住所など必要な情報は事前にメモや写真に撮っておくとスムーズに記入できます。こちらの機械で指紋登録しました。イミグレの待ち時間はおよそ30分ほどでした。質問は、何しに中国に来たのと聞かれただけ。今回は空港での両替はしませんでした。夫が以前中国に行った際の残りのお金を3000円ほど持参しましたが、実際に現金を使う場面は一度もありませんでした。到着ロビーを出ると、すぐにファミマがありました。この紅茶、ディズニーランドのメニューにもあるドリンクでした。今回の宿泊先は、上海ディズニーランド近くのノボテル上海クローバー。日本人にも人気のホテルで、パークへのアクセスも良好です。ホテルの詳細レビューは、別の動画で紹介しますので、ぜひそちらもご覧ください。この日はパークには入らず、隣接しているディズニータウンへ向かいます。宿泊したホテルから最寄り駅までは徒歩で5分ほど。最寄り駅からディズニーまでは1駅という近さ。中国では地下鉄や高速鉄道に乗る際、改札を通る前に必ず手荷物検査があります。カバン類はコンベアに乗せて X 線検査機に通し、本人もゲート上の金属探知機を通過する必要があります。改札を出ると、夕方の時間帯だからか、人影はほとんどなくとても静かでした。上海ディズニー最大級のディズニーショップで、パークに入らなくてもグッズが購入できます。かなり広くて品揃えも充実。日本にもこれぐらいの規模のショップが欲しいですね。
香港と同じように上海でも日本よりファッション系のグッズが充実しています。推しキャラに会うために服装や小物を揃える文化が強いのがすごくわかります。レジ待ちの列でキャストに中国語で声をかけられたけど、内容が分からず戸惑っていると、前に並んでいた中国人のお客さんが支払い方法はどうすると英語で話してくれました。購入金額が200元を超えていたので、アリペイだと手数料がかかるのでクレジットカードでと伝えました。ただクレジットカードでとレジで伝えた際、キャストの表情が少し面倒そうに感じました。そのキャストの方がクレジットカードの対応にあまり慣れていない様子で、処理に少し時間がかかりました。それ以降200元を超える支払いは2人で別々に分けてアリペイで支払うようにしました。こちらはディズニーホーム。2階建てのショップで生活雑貨やインテリアなどのアイテムが並んでいます。2階はほぼダッフィー&フレンズのグッズでした。そして巨大なダッフィーの撮影スポットもあります。ディズニータウンを後にして次は上海の有名な観光スポット豫園へ向かいます。アリペイのアプリで QR コードを表示させ、自動改札機にスキャンすれば簡単だったのに、この時は知らずに券売機で購入してました。画面に表示された QR コードをアリペイで読み取って発見していました。ディズニー駅から豫園までは約1時間。18号線の地下鉄が鼻つまみたくなるぐらい生ゴミ臭がすごかったんです。もしかして次の14号線もと思ってましたが大丈夫でした。豫園エリアに到着しました。門をくぐると一気に活気ある街並みが広がります。豫園は明朝時代に作られた江南庭園です。園内は水や樹木、湖、建物が調和した歴史的な雰囲気を楽しめます。また周辺には豫園商場と呼ばれる商業エリアが広がり、食べ歩きやショッピングを目当てに訪れる観光客でいつもにぎわっています。歩いていると中国で大人気のティーブランドケイティを発見。お店に貼られている QR コードをアリペイで読み取り、モバイルオーダーしました。受け取りまでは約20分ぐらいかかりました。人気のボボミルクティー、ボボは黒糖で煮込んだタピオカのことで、もちもち食感で美味しい。豫園商場を歩いていると開けた広場に出ました。ライトアップされた建物の金色と赤色のコントラストが華やかで、どこを見てもにぎわいに包まれています。こちらは豫園商場の池の中央に立つ上海最古の茶館、古新亭。豫園といえば
必ず名前が挙がるのが南昌万灯店。小籠包発祥のお店として知られていて、世界中から観光客が訪れます。名物は薄い皮に熱々の肉汁がたっぷり詰まった小籠包。店内利用とテイクアウトの2種類があり、今回はテイクアウトにしました。今回は残念ながら庭園は営業時間内で入れませんでしたが、周辺の4円商場を散策しただけでも十分楽しめます。続いて立ち寄ったのはジェラート専門店。こちらのお店は注文前にジェラートを試食させてもらえるんです。気になるフレーバーを味見してから選べるのが嬉しいですね。お米の粒感がしっかり残っていて、自然な甘さでとてもあっさり、歩き疲れた体にぴったりのスイーツです。1日目の最後に外灘から上海の夜景を見て帰ります。江北港沿いにはかつて外国の租界地として発展した歴史的な西洋建築が並び、対岸には近代的な高層ビル群がそびえ立ち、歴史と未来が同時に感じられるエリアです。Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag.